今日のモカツは SD ガンダム BB 戦士制作動画シリーズ。今回はナンバー286、2005年に展開されたガンダムイボルブからガンダム大将軍イボルブバージョン。前回その1の動画としてまずは軽装形態武者ガンダムを作りました。今回はその2、大将軍形態の武装パーツを作ります。組み立ての様子はここから説明書に沿って記録をしています。肩アーマー、こちらはスプリングを仕込んで開閉されるピンが組み込まれた仕様になっています。左右2つ、ここは少し複雑な設計なので慎重に組み立てていきます。武者列伝の流れを組むようなキットですが、分類上は武者列伝ではなくガンダムイボルブという短編 CG 映像作品群の一つに扱われています。実験的短編映像作品ガンダムイボルブシリーズにおいて唯一の SD ガンダムをモチーフにした14に登場した武者ガンダムの新たな姿です。烈火ガンダム大将軍をベースにリデザインされています。本体の武者ガンダムを含め完全な新規造形で、光の鎧はメタリックカラーとメッキの2色ゴールドで再現。クリアパーツも使用され、まさに大将軍の名にふさわしい豪華仕様となっていました。この肩アーマーの仕様をそのままに、この大将軍イボルブのキットはパーツ流用して後の SD 戦国伝武人降臨編織田信長ガンダムに生かされました。豊臣秀吉ガンダムを除いてほとんどが武者列伝のキットからのパーツ流用派生で作られた中、このガンダム大将軍のキットが採用されていました。ガンダムイボルブは2001年から2007年にかけてガンダムシリーズをモチーフに制作・発売された一連の短編作品です。個々の作品は大きく分けて、ガンプラの特典用に制作された第1期とテレビ CM、店頭 CM での展開を目的とした第2期、ガンダムイボルブダブルドットスラッシュに分かれます。バックパックを組みます。軽装形態武者ガンダムの構成パーツではなかった金メッキパーツは光の鎧でふんだんに使われ、豪華鮮やかな装飾でデザイン・フォルムにマッチしています。そして兜を作り上げます。説明書の順に沿って先にランナーをカットした状態から進めていきます。ランナーからのパーツのカットはタミヤの薄刃ニッパーを使って組み立てを始める前にあらかじめ行って準備をしています。パーツのはめ込み時に固定箇所にはプラモデル用接着剤を流し込み処理しています。使っているのはミスターセメント流し込みタイプです。低粘度の接着剤で樹脂入りサラサラした液状タイプです。合わせたパーツ同士の隙間に毛細管現象を利用して流し込み、パーツ同士を強力接着します。キャップに合わせ目への流し込みに便利な面相筆が装着されています。無塗装のガンダム大将軍イボルブバージョンを塗装前にミスタースーパークリア艶消しを吹き、下地を作っておきます。ここからは水性アクリル塗料で塗装です。使用したカラーごとにダイジェストにまとめています。まずは下地塗装。主に赤、黒、黄色のカラーパーツで色分けが必要な箇所に下出るカラーのレイヤー、ホワイトスカーを水で溶いて薄めた状態で塗りました。この後の塗装が楽になるので、このベース塗装は意外と重要です。色分けする箇所が明示されるので気持ち的にも楽になってきます。今回は下地に使った白カラーはホワイトスカーでしたが、下地上塗りともども白の塗料といえばパレホのゲームカラー
デッドホワイト。こちらは純白カラーや少しグレーがかった白のシタデルカラー、コラックスホワイト、少し色味のついたレイスボーン、いずれもベース塗料などを多用しています。白の塗装では水で薄めて水分量を調節しながら薄く重ねて塗っていくことがポイントとなります。黄色のクリアパーツに上塗りはゴールド、そのまま塗り入れても良さそうな感じですが、金は意外と隠蔽力は弱い。この白が1枚乗ることで塗装はスムーズになります。このガンダム大将軍の含まれたガンダムイボルブの映像は2005年2月からダイジェストが公開、その後6月からフルバージョンが公開されました。緑です。パレホのモデルカラー、ミディアムオリーブです。赤に色分けをする箇所にパレホのゲームカラー、ブラッディレッドを使いました。刀の絵と兜飾りに黒です。パレホのゲームカラーでブラックです。刀、その鞘に主に。パレホはスペインが発祥の高性能水性アクリル塗料。その2のパートでは塗装面積が広くある金色、シタデルカラーのベース、レトリビューターアーマーを塗りました。粘性が高い塗料で隠蔽力は強い。BB 戦士の戦国伝シリーズでは多用している使い勝手の良いカラーです。シタデルカラーはミニチュアホビー用の水性塗料でイギリス生まれ。特徴的なミニ容器に入ったマットな質感、粘性高く隠蔽力の強いカラー種の塗料。ベース、レイヤー、シェード、コントラストなど用途に応じて総勢300種以上のカラーバリエーション。使った筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケなどを使って時短させて効率よくペイントをしました。オール筆塗りで仕上げました。面相筆、極細筆ともに基本的には使い切りの安価なものを使っています。とはいえ洗浄して毛先を整えれば数回は使えます。戦国戦乱の世、悪の武者軍団の増氷達をたった一人で全滅させた強者、武者ガンダム。敵は豪華の中から現れた悪の武者軍団、魔族一味。ガンダムの不屈の武者魂が光の鎧を発動、ガンダム大将軍となります。このキットは2005年12月に発売されました。 BB 戦士は1987年に発売開始されたガンダムシリーズのモビルスーツが2、3頭身のキャラクターとして登場してくる、いわゆる SD ガンダムのプラモデルで通算ナンバー400を超えるロングセラーとなりました。 BB の名前はリリース初期の BB 弾発射ギミックに由来しています。このキットはホビーショーや全国の模型店店頭で上映されたガンダムイボルブ14の主人公ガンダム大将軍の BB 戦士プラモデルです。刀の刃はパレホのゲームカラーシルバーで仕上げました。マットな質感に変える透明塗料ストームシールドを使いました。金の上塗りとしてパレホのゲームカラーポリッシュドゴールドを塗りました。このカラーは明るいゴールドが表現できる塗料。粘性隠蔽力はさほどでもないので、今回のように上塗り仕上げに用いることが多いです。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを使用しました。この塗装で用いた塗料はこちら。塗装に要した時間は約80分でした。このパレホのゴールドの上塗りでほぼほぼ完成です。色塗り後は水性トップコート艶消しを全体に吹き乾燥させます。塗装し終わったパーツを組み上げていきます。塗装箇所は意外ときめ細かく塗りづらいところがあったり、
逆にゴールドは塗装面積が広く大きく時間がかかったりしましたが、仕上がってみるとデザイン造形にも助けられてなかなか迫力あるキットです。パーツ自体は大きめに作られた仕様なので、組み立ては複雑でも比較的スムーズに失敗なく進めていけました。このパートでは軽装形態武者ガンダムに武装する形でガンダム大将軍を組み立てました。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー286ガンダムイボルブからガンダム大将軍イボルブバージョン、前回の軽装形態武者ガンダムに武装をする形で、その2は大将軍形態の武装パーツを作り完成しました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。